J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕、住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はソウルからお届けしています。今ソウルに着いたばっかりでして、で先週まではオランダのアムステルダムにいまして、コンセルトヘボーという世界最高の音響の一つと言われるホールでデビューをしてまいりました。本当に素晴らしい場所でしたね。でとても特徴的なのが、普通ステージにこう舞台袖から行くときって下手側にあるわけなんですけど、客席から見て左側から入ってくるのが普通なんですけど、このコンセルトヘボーは階段を降りるタイプになってるんですね。その一フロア上からこう、だから聴衆から見ると右奥からこうレッドカーペットを歩いて入ってくるという、これがとてもこうコンセルトヘボーの特徴づけている部分の一つなんですけど、それでこう降りていく時の、結構あれ長いんですね。ステージの真ん中に行くまで、普通の舞台よりもなんで普通よりも長くこう拍手を受けることになるんですが、それがちょっとこうそわそわしたりするもんですね。で指揮者で共演する予定だった方が、僕ももともといつか共演したいと思っていた指揮者の方で、僕もその方のことを調べて、リハーサルが3日前ぐらいから始まる予定だったんですけど、こうガーシュウィンのコンチェルト・イン・F という曲を演奏する予定で、その前にこうメッセージでこんな風に弾きたいんですみたいなやり取りもしながら、こうワクワクしながらリハーサルに向かったんですね。そしたらリハーサルに着くやいなや、その方が急遽こう家庭の事情で来れなくなったと。それで別の指揮者の方が、僕は名前も存じ上げない、どんな方かも存じ上げない方といきなりリハーサルをすることになって、サンダー・テーペンさんという方だったんですけど、それでそうかと思って、最初はちょっとがっかりしつつも、リハーサルはしなければならない、それは仕方のないことなので始めましてね。でやっぱり最初はこう恐る恐るというか、お互い様子見であんまりこう乗り切らない感じで、ガーシュウィンのこのコンチェルト・イン・ F という曲も結構トリッキーな場所が多くて、結構勢いでなんとかならない部分が多いと言いますか、それが本当にこう勢いではなくあって、かつそれが生き生きと響くためには細かい音楽的なコミュニケーションが必要だったりする曲で、でも2日目、そして本番のゲネプロ本番とこう回を重ねるごとにどんどんとこう一体化して生き生きさが増していっている感覚がとてもあって、本番は最高に楽しかったですね。指揮のサンダー・テーペンさんと、そしてオランダ放送フィルハーモニー管弦楽団の方々とエキサイティングな共演をさせていただきました。その代役の急遽代わりに決まった指揮者の方が言っていたのが、その本番日に本当は家族でバーベキューに行く予定だったんだけどキャンセルしなきゃいけなかったんだ、今度埋め合わせをしないと、みたいなことを言っていて、家族って素敵だなと思いましたね。もちろんね、仕事を優先しなきゃいけない時もあるけど、彼にとってはコンセルトヘボーもバーベキューも同じぐらい大切なわけですよ。というか大切でなければならないのかもしれない。音楽家と父親の両立というのはね、とても大変そうに見えますけど、
いつか僕もできるようになるんでしょうかね。全くまだ想像がつかないですけども。ということで、ガーシュウィンのコンチェルトイン F をコンセルトヘボーで演奏しましたという話でした。一曲お届けしたいんですけど、ガーシュウィンのこのコンチェルトイン F はいつかこのラジオでかけたことがある気がするので、別のガーシュウィンの作品をお届けしようと思います。リアルト・リップルス。演奏はステファノ・ボッリーニ。Auf Wiedersehen。お送りしたのはガーシュウィン作曲リアルト・リップルスでした。コンセルトヘボーで演奏した次の日に少しだけアムステルダムを散策する時間があったんで、ちょっと息抜きがてら街を歩いていたんですけど、素敵な街ですこと。ねえ、基本的にそんなに道は大きくなくて、小道が多いような、それで街が、建物がレンガ造りになっていて、ニューヨークにもね、ちょっとだけ似たような場所がありますね。ニューヨークももともとはニューアムステルダムと言われていたくらいですから。それで道と道の間が水路になっている場所がめっちゃくちゃ多くて、興味ある方はマップアプリなんかでアムステルダムを拡大してもらえるとわかりやすいんですけど、中心街と言っていいんですかね。中心街から水路が円状に外に伸びていると。なので、歩くと小さい川のようなものが至るところにあって、そこで小さい船に乗って
ゴンドラを楽しんでいる人々がたくさんいると。本当はアンネ・フランクの家に行きたかったんですけど、もう予約がねいっぱいで入れなくて、外観だけで断念したんですが、その辺りを歩いていると、なんか花で覆われた、全部が覆われた自転車に乗っている花柄のおじさんがいて、思わずガン見してしまったんですけど、もう少し歩いてみると、その花柄で覆われた自転車というのが何箇所か街の中にモニュメント的な感じで置かれているわけですね。これはじゃあ何か意味があるのだろうなと思って調べてみたら、その方はフラワーバイクマンという名前で活動をしている方らしく、彼が言うには、彼の奥さんがもともと記憶の障害を、病気を抱えてしまって、自分の自転車を駐輪場で見つけることもままならなくなったと。それで、奥さんが自転車を簡単に見つけやすいようにというので、自転車を花でデコレーションして覆って、奥さんがすぐ自分の自転車だと分かるようにしたのが始まりという、なんとも調べてみると心温まるエピソードだったんですが、それが転じて愛を象徴するアートとして街中に、広がったというので、広がったというか、彼が街中にアートとして設置しているらしくですね。その方も素敵だし、その個人の活動が街に受け入れられているのも素敵だなと思いましたね。ともすると不法投棄とかになっちゃいそうですからね。でもそんなアムステルダム、大変魅力的な街だったので、また行ける時を楽しみにしております。夏でも全く暑くなかったんで、多分冬だとめちゃくちゃ寒いんだろうなという感じもしますが、ここで一曲お送りします。水野葵で Moonlight Diving。
住野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。そろそろお時間となってしまいました。最後にお知らせです。住野隼人ピアノコンサートジブリパークの風に乗せて2025、9月7日愛知県愛知九博記念公園大芝生広場ステージにて、チケットは E プラスにて一般発売中です。そして、住野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜で開催となります。いよいよあと3ヶ月ですね。東京建物ミュージックオブザスフィアーズではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。